アンテナイスレイ遺跡を離れて観光寺遺跡群の方に戻ります。ここからね3、40キロ、40キロくらい離れてるんですよね。多分1時前くらいに着くんじゃないかなと思います。再度アンテアイスレイに向かう途中に見たフレループ遺跡の前を通ります。やっぱりとても壮大な遺跡ですよね。しばらくトゥクトゥクを走らせてタプローム遺跡に到着。タプローム遺跡はジャングルに囲まれた状態で発見され、多くの石造建築物が自然の力によって侵食されつつもその姿をとどめています。ここは映画のトゥームレーダーに登場した場所ですね。遺跡の中には寺院や神殿、住居など古代クメール文明のさまざまな要素を見ることができます。こうして壁面を覆う壁画や彫刻は当時の宗教や社会の様子を反映しているんですね。こうしてところどころ木が遺跡を侵食していっています。ここは東西約1キロ、南北約700メートルもの壁に囲まれた広大な敷地の中にあり、建立当時は5000人余りの僧侶と615人余りの踊り子たちが住んでいたと伝えられています。こうして樹齢300年から400年とも言われる巨大な樹木が遺跡を侵食する様子は圧巻でした。Like what we get in Texas, the wasps. Oh, like that? Oh, yeah, the wasps do. It's things before much worse than the bees. Yeah, yeah. But even the bees, like little on our balcony, sticking something to the wall. For some reason, all winter walls. ところどころこうして積み上げられていた石が崩れてしまっているんですよね。
タプロームの見学を終えて次はチャウサイテバターに向かいます。チャウサイテバターに到着しました。入り口を入ると王様が天界を歩く様子を表現した空中参道が見えてきました。これは地上と天界をつなぐ役割を果たすという考え方があったようです。チャウサイテバターはヒンドゥー教寺院として10世紀末から11世紀初頭にかけて建てられたと考えられています。遺跡の名称はチャウ、サイ、テボーダーという3つの神々の名前に由来しています。ここにあった彫刻はアンコールワットで見てきた者たちよりも優しい表情をしていると感じました。また空中参道を渡り次の遺跡に向かいます。次はプリアカーン。
リアカン遺跡はクメール帝国の時代に建設され、12世紀後半から13世紀初頭にかけて栄えました。遺跡の名前は聖なる剣を意味し、神聖な場所であることを示しています。これ頭があるやつと頭がないやつがあるんだな。頭は持っていかれてしまったみたい。遺跡は広大な敷地に広がり、入り組んだ通路や神殿、塔などが独特の建築様式で配置されています。当時は10万人もの人が寺院の運営に携わっていたそうです。光が差し込む様子がとてもかっこいいですよね。とてもリアルな石像があるなと思ったら、これ本物の犬でした。
你的手里面啊，啊，对。Yeah. It's the key. See the dog bigger. It's the same like this, right? No, it's different. See the dog smaller and smaller. Man fint och börjar där i vad det är för skiss och det där.この2階建ての遺跡というのはとても珍しくて、もともとここは図書館として使われたとも言われています。ギリシャ神話の世界観みたいですよね。
次は池の中に浮かぶ遺跡、ニャックポアン遺跡に向かいます。この遺跡はクメール帝国の時代にアンコールトムの王都の東側に建てられました。ため池の中に作られた遺跡なので、この長い橋を渡って向かうことになります。架けられている橋の高さが水面の上ギリギリなんですよね。まるで湖の上を歩いているような感覚になりました。結構大きな魚がいて、細長いからガーパイクかなと思ったんですけど、これ多分デルモゲニっていう魚ですね。ニャックポアンは仏塔に乗る人々という意味のカンボジア語で、この名前はかつて仏教寺院であったことを示しています。中央には円形の人工池があり、その真ん中には小さな仏塔が立っています。仏塔の周囲には4つの小さな池が配置されていて、これが全部水路でつながっているんですね。このため池は病を治す伝説の湖をモデルにして作られているみたいです。中央主道の左手に見えているのはバラーハという神様が乗る馬の彫刻ですね。ニャックポアンからアンコールトムの中心部に位置しているバイヨン遺跡の方に向かいます。ここは横一列に12の塔が並ぶプラサット・スル・プラットというところ、綱渡りの塔という名前で呼ばれています。見えてきました。これがバイヨン遺跡。遠目から見るバイヨン遺跡は圧巻でした。まるでピラミッドのようにも見えましたね。バイヨン遺跡はヒンドゥー教寺院として建てられましたが、後に仏教寺院としても利用されるようになりました。そのため遺跡にはヒンドゥー教の神々を象徴する彫刻やレリーフが見られる一方で、仏教の要素も組み込まれています。融合した宗教的な要素が特徴的で、他のアンコール遺跡には見られない独特の建築様式を持っている遺跡です。この遺跡はクメール帝国の首都アンコールトムの中心部に位置していたことから、当時の政治、宗教、文化の中心としての重要な役割を果たしていたと考えられています。壮大な建築様式と独自の彫刻がアンコール遺跡群の中でも唯一無二の存在として知られているんですね。最も特徴的な部分は、
巨大な石像の顔の彫刻です。遺跡の塔には合計で216個もの巨大な顔が刻まれており、四方八方に視線を向けています。これらの顔はブッダやクメール王を表しているとされていますが、どうして作られたのか、その意味は明確には解明されていません。遺跡の内部はまるで迷路のように入り組んでいました。この回廊の彫刻が水中を表しているんですかね。魚たちがたくさんいます。次はバイヨンから惑星チャムクロンへ。ここはピラミッド式の寺院で、ピラミッドには神が降臨すると考えられていました。ここは主に礼拝のための寺院として使用されていたと考えられています。この遺跡には鳥の伝説というものがあります。昔アンコールの都に敵の軍が攻めてきた時、大きな翼を持つ鳥が現れ、その翼を広げて王を守ったそうです。鳥が舞う都という意味の惑星チャムクロンという名前は、この伝説に由来しているということでした。惑星チャムクロンの上に登ってみることにしたのですが、この階段がめちゃくちゃ急でした。
この日最後の目的地プノンバケン遺跡に到着。この遺跡は山の上にあるので、この丘の山道を上がっていくことになります。遺跡がある丘の上までは約15分ほどでしたかね。遺跡の名前はバケンの丘という意味で、丘の上に建てられた寺院を指しています。バケンというのは地元の言葉で象を意味することもあり、遺跡の形状が象の背中に似ていることに由来していると言われています。密林の中にアンコールワットが見えました。今日一番最初に行った遺跡ですね。プノンバケンの丘の上から眺める夕日がとても綺麗ということで、この時間に行ってみたのですが、残念ながら太陽が沈んでいく様子は見ることができませんでした。それでもここから見る景色はとても綺麗でしたけどね。夕日を見ることはできませんでしたが、この綺麗な空をずっと記憶に留めておきたいなと思いました。今日でカンボジア最終日。カンボジアはプノンペンに2日とシェムリアップに3日で合計5日で見たのかな。5日なんて長いようであっという間です。プノンペンはなかなかカオスな街です。で、シェムリアップはそれに比べると人口も17万人くらいって言ってたかな。田舎の地方都市に観光で人がいっぱい集まってるみたいなイメージですかね。かなり落ち着いた雰囲気の街だなと思いました。ただね、結構やっぱり物価は観光客価格で、地元のスーパーとかに行けば別にそんなに高くないんだけど、アンコールワットの付近で飲み物とか買うと普通に日本で買うのと一緒くらいかなっていうイメージです。最終日もこれで終わりで、今日はね夜出かけたりする予定もないので、このままホテルに帰ってシャワーを浴びてゆっくりしようかなという感じです。で、明日はもう朝7時45分のバスでここからカンボジアのシェムリアップからタイのバンコクに抜けます。タイに着くのは夕方でもないから昼の2時くらいには着けるのかな。多分そんな感じになると思います。
ホテルの部屋帰ってきました。今日はアンコール遺跡群を巡ったりバンテアイスレイ遺跡の方まで行ったりと結構ね長い一日でしたね。朝の7時にピックアップに迎えに来てもらって帰ってきたのが、7時くらいか、12時間か、約12時間遺跡を回り続けたと。結構ね遺跡も着いてから中で徒歩で歩くことが結構多くてたくさん歩きましたね。はい、じゃあこれから明日はバンコクまで移動なのでパッキングして寝ようかな。でも今日は結構メールとかが溜まってしまっているからメールなど返してから寝るか。はい、でこの素敵な部屋とも今日でお別れです。今回はね自分で歩いてバス会社を探してチケットを買って移動の手段を確保してとか、プレアビヒア遺跡も全くノープランで来たんだけど、ホテルの人に相談してドライバーさん紹介してもらったりとか、結構チャレンジングな旅になっていますね。で明日はバンコクで、バンコクは3年くらい前にミュージックビデオの撮影できたことがあるので、タイだけは行ったことがある国ですかね。でベトナムとカンボジアは全く初めての国だったのでとても新鮮でした。次来る時はねもっと現地の食事に挑戦してみようかな。あまり今回現地の食事食べなかったかもしれない。はい、じゃあそんな感じで明日の準備をして今日は寝ます。おやすみなさい。